2年連続がまだいないっていうことを聞いて、そこを目指してたので、それが本当に現実になって本当に嬉しい限りでございます。本当に。生き物に魅せられてっていうテーマだったんですけど、文化創学院に入ってファッションでその服をデザインするっていう点で、生き物からのその色合いだったり、あと形からインスピレーションを得て服にするっていうことをずっとやってて、最後に今までやってきたことの集大成みたいな感じで、今回生き物に魅せられてっていう、もう生き物を前面に出したテーマだったんですけど、私たちは服を作る立場なんですけど、生まれてその姿になるっていうその美しさっていうのが自分では作り出せないで、誰も真似できないっていうところで、すごいなんか唯一無二っていうところを感じて、それがきっかけでその生き物からだんだんインスピレーションを得るようになりました。まずディティールなんですけど、今回はコートとコルセットとパンツ、アイテムはその3点なんですけど、プリーツをコートに叩きつける感じなんですけど、その上にリボンとかを乗せてついてる感をなくして、その綺麗に見せるっていうディティールを凝ったのが結構自分の中では制作の時のポイントとして残っていて、コートの素材なんですけど、プリーツに隠れてすごい見えなくなってはいるんですけど、オパール加工っていう布の繊維を焼き切ってそれを透かすっていう技法があるんですけど、コートをそのオパール加工を使ってストライプにしたっていうところが一番今回自分でやった加工では大変だったかなと思います。あとプリーツは八王子の杉本プリーツさんにお願いして矢羽のあるプリーツを今回使わせていただきました。これがちょっと毒々しいイメージもあってほしくて、人間もその細胞からこう作られていくじゃないですか。それをちょっと表現したくて、なんかちょっと赤血球みたいな感じのその色のものに、生き物ってなんか水やっぱりないと生きていけないじゃないですか。でそこで差し色で水色入れてあげて、縫い方も結構工夫してて、デコボコになるようにいせるっていう、その布をフラットな状態じゃなくてちょっとこう引っ張った状態でこう縫ってあげると、下がボコってこのクレーターみたくなるんですよ。でその技法を使ってちょっとそれを表現してみたっていうコルセットなんですよね。これも魚の鱗みたいな感じで、スパンコールっていう素材なんですけど、それにデジタルプリントをしてちょっと魚の鱗みたいな感じのコルセットになってます。光り方とかも全部違くて、でその向きとかも全部考えて、ちょっと魚っぽく見える方になんか動かしたりして。一番難しかったのこの袖のところですね。この袖を最初結ぶ形でつけようかっていう話をしてたんですけど、コルセットにファスナーをつけてドレスにするっていう感じにさせていただきました。これが下のやつがコルセットなんですけど、これがコートの袖で、こうファスナーでこうつけるみたいな形になってます。ベタっていうお魚がその闘魚と言われてて、そのヒレがすごい綺麗に泳いでるところが、自分ももともと飼ってたんですけど、すごいなんか癒されるなって思って、今回じゃあベタさんをイメージしたドレスを作ろうかなと思ってデザインさせていただきました。一応メンズなんですけど、レディースのように着てるみたいなのが今年のなんかテーマとしてあって、でそれで一応レディースっぽいんですけど、メンズの寸法で作っても、これがエリンでコートのガンフラップでここで後ろで留める感じで作っております。
ガンフラップってトレンチコートの銃撃つ時に使ってたやつなんですけど、それをスタイリングとして使えるように、本来はちょっと違う留め方なんですけど、こっちのガンフラップにボタンをつけてしまって、でこっちのやつで留めるっていう、そのためにつけさせていただいてますね。中なんですけど、パンツになるようにもなってて、コートの裾をスリットにして足に巻きつけて、そのジャンプスーツとしても着れるように一応なってます。これオーガンジーっていう素材なんですけど、意外と軽い素材ではあるんですけど、ここまでたなびくオーガンジーっていうのがあまりなくて、それが本当に綺麗なんですよね。忽那幸輝くんっていう外の文化服装学院ではない方なんですけど、インスタグラムでたまたま見た時にすごいなんかフェミニンな方だなと思って、この服にふさわしいモデルさんだと思ってお声掛けさせていただいたんですよね。メイクとヘアメイクについては私がもう全部ドレスに合うようにさせていただいたんですけど、モデルさんにはもう何もほぼほぼ言ってなくて、どう歩けばいいみたいな感じで聞かれたんですけど、もうあなたが一番だからもう好きに動いてくださいみたいな感じでお願いして、もう自由に歩いてもらいました。ベタっていうお魚に焦点を当てたドレスだったので、ちょっとみずみずしさと、あとちょっとあからめた感じのメイクにしようと思って、いろんなブランドのコレクションとかを見て、なんか奇抜になりすぎない、派手派手に今まではメイクをしてたんですけど、派手すぎない綺麗になるメイクをちょっと心がけてメイクとヘアメイクをしたんですけど、ヘアメイクは水から上がった時にこの髪の毛が流れる感じ、そのウェーブを作りたくて、でそれを、前日に YouTube で見ておさらいしてから当日やらせていただきました。最初一次審査が通った時に、デザイン側の選考なんですけど、自分で見た時に綺麗にできたらすごいいいなとは思ったんですけど、もうちょっと強くその心に残る服っていうのを見せたくて、でどうしたらいいかって考えた時に、自分がいつもちょうどこのつなぎ着てるんですけど、よく袖を外して着ることが多くて、スタイリングとして変化を持たせたら2つ味わえると思って、そこに着手して、でコート、自分の持ってるコートをスタイリングしてって、で面白いなって思えたのがきっかけですね。自分で着てるスタイリングからインスピレーションというかきっかけを得ましたね。服に目覚めたのが高校2年生ぐらいの時なんですけど、その時はまだファッションデザイナーとかになろうっていう思いはなくて、自分を着飾ることが好きだったんですけど、札幌の劇団四季にライオンキングを見に行った時に舞台衣装にすごい憧れて、でそこから機械仕掛けの装置だったり服じゃない服を作るの面白そうだなと思って文化服装学院に入学を決めましたね。もう本当に単純なんですけど、好きな色がすごい赤っていうのがあって、他の色に興味があんまりないんですよね。自分が着るっていう上では、他に着る色としたらもう本当に黒とかになっちゃうんですけど、自分の目に入る色で自分が一番やる気出る色が赤なので、やっぱりそれを身にまとって服を作ってるっていう自分がなんか好きっていうので赤を着てますね。でもみんなからは赤がメインカラーみたいな感じではあるんですけど、赤似合ってるみたいなことも言われるんですけど、そこもなんか似合ってないこともファッションかなみたいな感じで思って着させていただいております。今回本当に学内コンテストでグランプリを取れたっていうのはすんごい嬉しくて、もう自分でもすごい自信につながったんですけど、でもやっぱりちょっとスケジュール管理とかでその
手が回らなかった部分とかもちょくちょくあったので、そこを本当にもう完璧にしてできるようにしたいなっていう、その今後制作にあたってスケジュール管理をちゃんとしてもう悔いのないものづくりをできるような人になれればなっていうのが今回のコンテストで思いました。昨年度は本当にもう造形物みたいなドレスで、黒の本当にコスプレボードっていうもう布じゃない素材を使って立体的な造形をしたタイだったんですけど、イリス・バンヘルペンっていうブランドがすごい好きで、今メットガラとか、あとそうですね、いろんなアーティストさん、歌手さんだったりがすごい衣装として着てるんですけど、そこのブランドにすっごいもう入りたくてでそれで YouTube とかを見て、そのテクニックだったりっていうのを研究して、そこからインスパイアっていうかされて、人の美しさってなんか根本的な形にとらわれないものだよねみたいなテーマで出したものなんですけど、結構重さは軽いんですけど、なんか見た目は重厚感のあるなんか鎧のようなドレスを作ってました。今後は、ブランドを立ち上げたいっていう目標があるので、そこに向かって大学院 BFGU の方に進学するんですけど、そこでは本当にもうリアルクローズ、自分が普段でも着れる服を一回ちょっともう一回勉強し直したいなっていうのと、あと自分でデザイン、衣装とリアルクローズって結構本当に違うんですけど、衣装の方がやってて楽しくて楽っちゃ楽なんですよね。その自分が作りたいものを作ればいいのでいいんですけど、リアルクローズってその人が着ることを考えて、そして可愛いっていうところがないとちょっとダメっていうところがあると思うので、そこを極めていきたいなって思います。今制作してるやつが卒業制作で、マイコレクションっていうもう年間通して8体作るカリキュラムがあるんですけど、そこの制作が今すごい期限が間近なので、そこに向かってちょっと頑張りたいなっていうのと、ファッションコード専門誌家自体が、卒業制作にロレアルさんがそのコラボっていう形で、そのサロンさんがヘアメイクとあとメイクをしてファッションショーをするっていう最後の卒業賞があるので、そこに向かってもう全力を尽くして頑張りたいと思ってます。で、賞金は今のところ使い道は進学してから使おうと思っていて、買うならメンズのボディがまだ家にないので、メンズのボディを買おうかなって思ってます。将来自分のアトリエ持って自由に服作ってたいなっていうのはありますね。アパレルじゃなくファッションやってたいって感じですかね。本当に自由に制作できてればなって思います。文化服装学院の学内コンテストが今ファッションコード専門誌家で今4年連続グランプリをいただいてて、私が1年生の時に4年生の方がグランプリ取ったところから3年前先輩が取られて、でその次私で今年も私って、そのファッションコード専門誌家が今4年連続取ってるので、ファッションコード専門誌家の後輩ちゃんたちにまた来年取ってくれたら、なんかその伝統的な感じになって、そうですね、欲を出したら取っていただきたいなみたいな願望はちょっとありますね。私は制作してる側なのでちょっと変わってくるかもしれないんですけど、動いた時にこうなりたいっていう動きがまたそのリアルクローズでは見せられない動きだったりをするので、そこが一番の醍醐味かなっていうのはありますね。夢だった何になりたいみたいな、例えばファンタジーの世界に行きたい人とかもいると思うんですけど、そういうちょっと現実から離れられることもできるので、そこは結構心の支えにもなってるかなって思います。すごい。